盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回のテーマはこちらも出しますけど、盆栽が枯れる前兆はどういうものなのかという説明をしていきたいと思います。盆栽今手元に置いてますけども、元気な盆栽っていうのはやっぱ葉っぱがね綺麗な緑色だったりするんですね。冬なんかはもう元気な子でも葉っぱ色悪くなりますけど、そういう中でこの見た目葉っぱとか芽の状態からこれぐらいだったら、盆栽は、ちょっと危ないぐらいと。でここまで来るともうめちゃくちゃ危ないと。もうこれ以上言ってたらもうそれは枯れてますみたいなのを、順を追って説明していけたらなと思います。こっちには書いてるんですけども、危険度でマックスまででそこから上はそこから下も枯れてると。だから危険度のちょっと低いあたりから、ランキング形式みたいな感じですけど、最初は葉が黄色と。もうこの葉が黄色いはもう何かしら何かあるともう葉がやっぱ黄色になるんですね。でこの葉が黄色だけだと何が原因かわからないんですけど、とりあえず葉が黄色だけだったらそんなに悪くはない場合が多いです。でも、人間でいうとこの風邪ですね。もうちょっと調子が悪いでもそこが意外と本当はもうめちゃくちゃ悪い黄色だったとか、でも大したことない、人間でいう大したことないただの風邪みたいな状態の、軽い葉の黄色さみたいなのもあるんですけども、そうですね、こういうのもねちょっと黄色ですけども、中は分かりにくいですけど中の方結構濃い緑なんで、これぐらいの黄色は単にその古葉が黄色なだけだったりで、こっちちょっとこうしますけども、この黄色は若干危ない黄色と。なぜかと言いますと外側から中側まで全部黄色なんですね。芯だけが綺麗な緑とかでもないんで、実際全体見ても調子悪いんですけども、でこの子さっき見たら調子の悪い子さっき棚場で探してたんですけど、これちょっと置きましょうかね。こういうね鉢の穴がもうここともうすごいちっちゃい穴がねちょびっと4つぐらい開いてるだけで、それはもう排水が悪くてこんな色にもなるんだろうなと。だからこの黄色の原因は排水の悪さ、鉢の悪さみたいなそんなとこなんですね。これは植え替えすれば治ります、おそらく。治りますと言ってもちょっともうすでに痛めつけられとるとこもあるんですけども、葉が黄色ぐらいだったらそういうと。で次、葉に力がないと。この子元気な子なんですけども、黄色とはいえ古葉とはいえね葉がね結構しっかり硬い感じ、こうはダメですけどこう横から握ってる、この子赤松なんでちょっともともと柔らかいって言われるんですけど、それにしてもちょっとこう握ったとこうギュッとした時に跳ね返りが少ないなと。そういう子は葉が黄色だけよりかはさらにちょっと危ないなと。で芽の色がくすんでいると。今葉っぱばっかの話したんですけども、芽の色がね、芽っていうのはこの葉っぱの中心にあるここの、今3月ですけどもこの新芽がねこういう状態で、こういうとこの色がねなんか艶っぽさがないというかみずみずしくない、なんかくすんだ感じ、そういう場合は結構危ない状態が多いですね。これなんかでも、これ黒松真ん中白いんですけども、分かりにくいですが、この元気な枝のところは結構しっかりふっくら太いんです。でこの子全体にも植え替えも間近でちょっと良くない状態なんですけども、そういう影響を受けてこの辺なんかは芽がすごく小さくて、色的にはあれですけどそうですね、芽の色がくすんでいるプラスちょっと小さい、こういう小さいのも結構危ない場合が多いんですけども、この辺かな、やっぱりもうこれなんかもちょっとくすんでる感じ、ちょっと分かりにくい表現で申し訳ないんですが、ちょっと分かりにくいですが結構危ないと。でさらに危ないのは芽に力がないと。これどうやって分かるかと言いますと、これもやっぱ芽をちょっと握っていただいて、なんかこうさっきの葉っぱと一緒ですけど
握った感じこう跳ね返りが弱いというかね、ふっくらしてない、こう中が締まってない感じで、元気な子はこう握るとなんかちゃんとこう硬い塊な感じがあるんですね。もっと目が大きくなるともっと分かりやすいんですけども、今が3月で、そうですね、4月とか5月になったらもっとこれが分かりやすいです。長くなったら大きくなったりするんで、はい、そういう時に力がないと結構もう危ないなと、はい、だからまあ目に力がないだけっていうのはあんまり出てこないと思うんですね。多分これが全部合わさっていく感じですね。でここまで来るともう本当に良くないなっていう、もうこれなんか植え替えしないと多分もう枯れます、この子はね。でもすると戻るはずです。まだギリギリセーフかなというところです。はい、でそこまではまあギリギリどうにか治るかもっていうラインなんですけど、ここから下は葉が淡い色、これ今サンプルないんですけど、菌にねやられると、虫とかね、なんかそうですね、虫にやられた時とまた違う症状が出るのがこの淡い色のね枯れ方するんですけど、全体にこう部分にね、緑が黄色になっていくんじゃなくて、緑がなんか薄くなっていく感じになってくると、多分菌にやられてて、それが一箇所でもあったら多分その子はもうその枝だけじゃなくてもう全体に枯らすような感じの可能性が高いです。実際うちでもそういう枯れ方したのが過去何本か見てきて、もうどれも生き返ったことはないですね。もう淡い色が全体に広がった時にはもう手遅れ、なんならもう部分的に広がってるだけでも結構手遅れな場合が多かったです。はい、でこれもう最後の2つは分かりやすいんですが、葉が赤い色、こういう子みたいな葉がちょっと赤い色が混じってるぐらいだったらいいんですけども、完全にもう全体が赤い色だったらもうそれは当然枯れてます。赤色というか茶色というかね、その辺りの色だともうさすがに戻らないです。たまにうちの熟成さんからもう葉っぱが茶色か赤色になったんですけどここから戻りませんかと質問があるんですけども、大体もう赤とか茶とかの色だったらもうまずダメですね。ただこういうちょっと部分的な、全部じゃなくて部分的な赤いのとかは、単に折れてるだけとか、単にそこだけちょっと気が捨てたというかね、それだけの話の時はまた別なんですけど、全体が赤や茶だったらもう完全にアウトと。で最後はその枝や幹を少し削って中が茶色だったらアウトみたいな。これも枯れ枝がありそうだけど、この辺がねもうすでに分かります、ね、この辺ちょっともう枯れてますけど、もしこの辺削れたとしたらもう中当然茶色と。でここが生きてたとしたらちょっと削ると、今緑が僕だけ見えてるんですけども、ここは削って緑が出てます。でこういう先の枯れてるとこは当然こう削ったらもう中までずっと茶色みたいな、はい、こんな感じで、だから理想はもうこの危険度、もうこの葉が黄色は特に問題ない黄色はあるんですけども、この辺葉が黄色で葉に力がないあたり、もうこの辺でどうにか早く早期発見早期治療みたいにできたらどうにかなるかなという感じです。とりあえず人間でいうとこの発熱とよく似てますね、黄色がね。立場的に熱が出たらちょっとやっぱ危ないなっていうのと一緒で、黄色になったら何かあるなと。でもよく考えたら古い葉だけだったとか、単に冬なだけだったとかね、そんな簡単な場合もありますけど、まずは葉が黄色くなったらちょっと違和感を注意してみるというような感じにしてください。はい、で今回は盆栽が枯れる前兆のご説明させていただきました。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。